新しい茶筅は楽しい。でも世の中には抹茶を立てたことがない人は多い。今までに結構抹茶を立ててきたけれど、初めの頃は抹茶を立てやすい茶碗と立てにくい茶碗っていうのがありました。で、この茶碗、そこからぐっとこう上がってくるような壁がはっきりしている茶碗っていうのがこれ、すごく立てやすいんです。抹茶の泡をうまく立てるには空気をしっかりと取り込まないといけないんですが、これは茶筅を大きく早く動かすと泡が立つんです。なのでしっかり茶筅を動かせるこういう茶碗は抹茶は立てやすいんです。それに比べてこのちょっと広がっている茶碗は茶筅を振るとなんか茶碗の中の抹茶が外に飛んでいってしまうような感じがしてなかなか思い切って振れないですね。もちろん抹茶を立てるのに慣れてきたらそのうまく泡を立てるっていうのはできるんだけども、初めの頃っていうのはやっぱりそのちょっとビビってしまってストロークが短くてうまく茶筅を振れないよね。慣れてくると別にどんな茶碗でもその抹茶の表面に対してどう茶筅を動かせばいいのかっていうのは分かってくるんだけども、初めはやっぱり細かいところは意識できません。なので初めはこういう茶碗じゃなくて先ほどのような壁がはっきりしている茶碗の方がやりやすいですね。また茶碗の大きさも大事で、大きい茶碗っていうのはまたこれ茶筅が振りにくいんですよ。こういう茶碗ね。大きすぎる茶碗は茶筅を振りづらいので、初めての茶碗は大きすぎず小さすぎず、向こうと手前の壁に茶筅を当てやすい大きさのものがいいんじゃないでしょうか。今回抹茶を立てるのが初めてという人に立ててもらいます。茶碗はあらかじめ温めてます。初めてやったら抹茶の量はわかりませんよね。だいたい 1.7g から 2g 程度と思っているんですが、初めは測りで測った方がいいでしょうね。で、慣れてきたらこのスプーンでこのくらいとか目安にすればいいと。今回は抹茶を水で溶くやり方をお勧めしています。じっくり練ることで茶筅にもなれるし、家でするにはいいやり方だと思います。お湯の量もね、初めは適量がわからないんで、これもだいたい 60ml、70ml ってどれくらいの量かっていうのを測って量を覚えた方がいいですね。で、飲んでみてから好きな濃さにすればいいと。では、抹茶を立ててもらいます。やったことない人っていうのは茶筅を動かすこの力加減が全く想像ができないんですよね。だいたいイメージはこういう感じかなって動かすんだけども、これだとまあ泡は立ちません。もちろん泡を立てるのが絶対ということではなくて、泡をあまり立てない流派もありますので別に立てなくても構いません。ただ茶筅をうまくコントロールするために泡を立てられるようになりましょうということなんですね。泡があれば口当たりはマイルドになりますし、自由に泡立てることができれば、あとは自分の好みで調節すればいいと思います。この泡を立てるというのはできない人が多いんですよね。がむしゃらに茶筅を動かしても泡が立たない。それで腕が疲れてくる。いつ終わればいいのかわからない。初めてならそうなりますよね。では次にどうすれば泡を立てられるのかを練習します。じゃあまずね、抹茶を立てる前に茶碗に水を入れて練習をします。まずはじめにストロークの長さ。茶碗の向こう側と手前側にしっかりと当てるくらい動かすのが大事。ストロークを長く取るということで、初めての人はとにかく手を動かそうとするんだけども、手は動かしてても肝心の茶筅の先があまり動いていないというのはダメですね。できるだけ茶筅の先を前後
しっかり動かすというのが重要です。で、その動かす幅、はじめは茶碗の端から端までやってみましょう。向こうの端からこっちの端まで壁に当ててあげると、意外と動かす幅って大きいんだなって気づきます。あとはそのままとにかくそれを早く動かす。慣れるまではね、これ力を使ってやるしかないけども、慣れてきたら手首のスナップを効かせることで力を抜いた状態で前後前後というのを大きく動かすことができますね。前後前後って動かしにくかったら、もうそんな気にせずね、斜めに振ってもらったり左右でもいいんです。とにかく大事なのは向こう側と手前側のストロークの長さをしっかり取るということと、早く動かすこと、大きく早くがポイントです。これ音をしっかり立ててあげるのが大事。音を出すにはね、必ず空気を取り込まなきゃいけないんで、しっかり早く動かさないといけない。空気を入れつつ音を出しましょう。そうそうそう、それをもっと早くもっと早く。そうそうそう、もっと早くもっと早く。きつい。疲れますよね。で、これ見本です。初めての人との違い分かりますか？液面がブクブク言うようなね、荒れるくらい振るっていうのが大事です。で、これ見てからね、もう一度やってみると、ほら、そう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 いう風にするとね、いいんですよ。最初は茶碗の底に茶筅を落ち着けてしまいそうですけども、茶筅が傷むので茶碗の底につけずにしっかり振るという意識をしたらいいでしょう。で、ある程度ね、練習したら今度は茶碗に抹茶を入れてやればいいです。そう手首がね、これ疲れるんですよね。ほら、そうするとほら、これ先ほどの抹茶ですけども、いい感じですよね。で、早くという意識が強いから茶碗が飛んでいかないように左手でしっかりと支えなきゃいけないんだけども、最初だから疲れることもありますが、ほら、しっかりと泡が立ってきています。あとは右に行ったり左に行ったりしてね、まんべんなく泡立てます。疲れるんですよね、最初。だんだんね、リラックスして力を抜きつつ手首を振るっていうのがうまくスナップを効かせることができるようになりますからね。初めのうちはとにかくね、早く大きく意識してください。でもいい感じですね。綺麗ですよ。で、これで飲もうってするんじゃなくて、今度はこの表面にある大きな粗い泡をしっかりと潰してあげると、見栄えが良くなって口当たりも良くなります。これが大事なんですね。この状態のままじゃなくてね、この上の大きな泡を潰します。大きな泡を潰すのは、茶筅の先を茶碗の液面の表面近くまで上げてからね、それで細かく小刻みにね、力を入れすぎずに振ってあげることで表面の層を慣らしていきます。で、この表面の層をですね、慣らしていけばだんだんと大きな泡が潰れていって細かい泡に揃ってくるんですね。これは時間をかければかけるほど細かくきめ細かくなるから、ある程度しっかりと時間をかけて気になる泡は全部潰してあげようっていうことが大事です。スピードを上げすぎると泡がまた出てくるので、気持ち緩めにします。で、こういう風にしていくとね、全体の泡も若干減っていくので、初めの泡の層を作るときにある程度泡の層の厚みを作ってあげるっていうのもポイントです。いやー、上手ですね。綺麗。で、最後にひらがなののの字を描いてあげることで、真ん中に泡の細かい部分が集まってきて、より綺麗に見えるんですよ。ほら、初めてと2回目でこんなに変わるんですよ。これあと何回か練習したらね、すぐに上手になります。感想は？
きつい。こんにちは、今本です。真っ二つに分かれます。例えば花見団子しか食べへん人ともちゃ団子しかっていう、あんこもうちでやってるので、自家製あんなんで、ほんまに普通にコト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 炊いてるんでめっちゃ時間かかるんですよ。もうコトコトしてる方がはい、美味しいような気がするんですよ。その皮が最後まで柔らかく、皮の皮までもうほんまの際まで柔らかくしたいし、で私はもう北海道の小豆と思ってそれに決めてるんですよ。なんかあっさりしてるんでね。あ、やっぱり違うんですか、味が。いちご大福に使ってる白あんははい、白小豆も入ってます。綺麗ですね。やっぱり和菓子は抹茶が一番ですね。では早速抹茶を立てていきましょう。皆さん和菓子屋さんって行ってますか？僕は今まで和菓子屋さんってほとんど行ったことなかったんですよ。でも抹茶を飲むようになって行くようになりました。お茶に合うお菓子ばっかりなのはね、もちろんその季節に合わせたその季節にしかないお菓子っていうのも結構あるんでね。で、その店ならではのお菓子っていうのもありますし、材料や作り方のこだわりっていうのもあるので、そういうのを聞くのも楽しいですね。意外とね、和菓子屋さんってあちこちにありますし、実は結構近くにあったりね。ぜひね、皆さんも家の近所の和菓子屋さん探してみてください。本当にね、お茶にお菓子、いいですよ。綺麗ですね。では、練り切りと抹茶を楽しみます。いいですね。ではいただきます。おいしい。甘みが口の中にふわっと広がってね、幸せです。おいしいな。おいしい。ああ、甘いものを摂取すると本当にね、もう脳がふわーんとなる感じですね。おいしいな。ちょっとね、この甘いお菓子を食べた後は余韻を楽しみたいですよね。はあ、おいしい。それでは抹茶をいただきます。お茶碗の正面から飲むと失礼に当たるから2回時計回りに回してるんですね。わあ、うまみが広がってすっごく美味しいですね。美味しいです。いい抹茶はうまみ甘みがしっかりしているので本当に幸せな後味になってます。美味しい。皆様もぜひですね、お近くの和菓子屋さんに行って抹茶に合うお菓子探してみてください。美味しいな。